テキラドディジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説クランリーグ7月シーズン1日目やっていきたいと思います。今回めちゃくちゃ良くてですね、神回になっております。なんと、今日は長いですよ。初日は42対33と、対戦相手もね、ちゃんとした配置で結構強かったんですけども、しっかりと42点。しかもこれがね、星1、1本と、星倉ですね。星倉の珍しいですね。そこ2つが落として、他13全開ということでね、今日は13全開から見ていきたいと思います。さあやっていきましょう。やったーさん。花火ですね。ラバ2枚使いのドラ編成ということで、なかなかここまで勇気いるラバ積みはね、ないんじゃないかなというところで、両サイドラバルのカットを入れていってからのドラゴン展開。結構ね、ロケバルとか使っていくことが多いと思うんですけど、こういうところ。レジェンドリーグとかでね、解放してないとかそういうのもあってか、ここは、ラバルのね、サイドカットを使ってきました。それだけじゃないからね、対空砲以外のところもカットできるっていうところがありますからね。で、コウモリでモノリスの竹を背負ってあげてから突撃艦一機のトーム。エアスイーパーは事前に追っているというところですね。で、クローン2枚置いて、レイジ置いて、インビジブルからのコウモリちゃうわ。一機の花火。エアスイ押し戻されるとね、かなり危険なポイントだったので、速攻でインビジブルからの解放が大事でしたが、しっかり一撃も食らうことなく。さあ、ここでもう一度かけ直していって、対地クロスまで追っていく。これ、後々ヒーローここまで飛んでくるので、対地クロス落とせるかどうかマジで大事なポイントでした。さあ、クイーンの方にも大ダメージが入りましたね。さあ、あとは、キングクイーン伸ばしていきつつ、伸びなかった方のドラゴンとかがね、いない方からヒーローを伸ばしていくっていうのが基本的な形かな、今のは。今回は下の方が勝手にドラゴンだけでも伸びていきそうというところで、上からの展開ですね。キングクイーン、ロイヤルチャンピオン。呪文はもうすでに全部使い切ってるので、当たり方が非常に大事になってきます。キングを先頭に進めていきたいですね。さあ、そろそろフィストも用意しつつ、どこで打つかを考えているところ。さあ、ロイヤルチャンピオン大工小屋から一気のフィストでバーバリアンで、マルチ IT のタゲを取ってあげることで、ストライカーにマルチ IT が入らないような作りをしてあげると、こういう風にね、伸びていくと。あとはロイヤルチャンピオンクイーンの能力で合流をしていっての全開です。さあ、キングも帰ってまいりました。ブーメランを打てば、対空砲も折れるので、フェニックスも死なないと。一瞬の回収で GG です。いやー、うまいね。普段ね、レジェンドリーグの編成で攻めてるんですけど、しっかり配置を見て結構組み替えてる人も多かったみたいですね、今回は。さあ、いい全開スタートで。続けて見ていきましょう。クイヒーのスーパーホグライダーというわけでね、この編成がね、結局最強編成です。最強編成かつ、このね、突撃艦イエティの形がマジでこれ強いです。これで取れるやつマジで楽に取れるから。タウンホールのね、クイヒーのサイドカット兼援軍釣りみたいな感じで突イエティぶっ刺して、今回ね、この形のアタックが非常に多いので、見てってください。さあ、突イエティで、援軍釣れなくても最悪いいかなと思ってたんですけど、釣れていきました。こういう範囲なんで、後々ホグ投げれば釣れるし、全然平気かなって感じだったんですけど。あとは、アーチャータワーとかね、対空砲まで切れたのがちょっとびっくりしたので、ここをソラーユニットで回収していきつつ、タウンホールの方にクイヒーを誘導していきます。これ多分ナビの配置だと思うんだけど、それちょっと改良されてる感じかな。マルチ IT のところウォールブレーカーつけれるようになってるので、これちょっとむしろやりやすいなって感じました。改良なのか解約なのか、またまた。ホーミングチェックのバルーン当てつつ、あとはもうモノリスの方からホグライダー展開するだけですね。キングの使い道っていうのを一番今回悩みましたが、サイドカット兼投石ケアみたいな使い方をしていきます。クイヒーのね、サイドカットはそんなに必要なく、ここで、対地クロスには向かってくれるんですが、マルチ IT の方入ってもね、1幕壁が空いていることで、どっちにしろ誘導できるよねっていう形を作りつつ、スケルトンでモノリスとね、オドエンゾーのタゲを取るようなイメージでスケルトンを置いて、ホグ展開。さあ、一機のスケルトン、ストライカー。スケルトンとストライカー、ちょっと言い間違えること多いんだよな。
展開して、レイジトームをかけていきます。右のホグライダーが戻ってきて、トーム入る瞬間を狙っていきました。これ非常にいいですね。で、ストライカーはクイーンの方にも入りつつ、ロイヤルチャンピオンにも入りつつ、このレイジ一発でね、ヒーロー3体処理できるストライカー。で、両方フリーズかけていって、呪文が待ってたんでね、両方フリーズかけつつ、裏からジャイホグ12時ぶっ刺して、気づけば防衛施設が全て囲い込まれて終了という状況を作っていきました。4ヒーロー残ってますね。めっちゃ綺麗に刺さりましたね、これは。かなり綺麗に刺さったし。これはめちゃめちゃいいプレイングができたんじゃないかなと思います。ひろやさん。なんとひろやさんもこのクイヒースーパーホグライダーをやってるということで、これだけでこの戦術やる価値あるなと思いますよね。あんなにラバルしかやってなかった人が突撃艦スタイルのクイヒーのスーパーホグをやってるんですよ。もう説得力ありありですよね。今一番全開の取れる編成と言って過言ではなさそうです。さあ今回も援軍釣って、やばい、くしゃみ出るかも。入ろう。これね、実はね、この配置がね、残ってて、僕も攻める前には。同じことしようかちょっと迷ってた配置の一つでしたね。ここもね、ウィズ島のカットが結構テスラ生えなかったらベビドラで簡単にできるから、タウンホールへの誘導も簡単そうだし、突イエティも簡単そうだし、クイヒールートもね、シングル IT だけ気をつければいいというところで、結構安全にできそうというのがね、見て分かったので、これは非常に再現性の高いルートじゃないかなと思います。このタイプの配置は本当にこれでいきますね。うん。レジェンドでもね、めちゃめちゃ取れるタイプの配置なので。逆サイドにキングイエティを使っていって、マルチの方にキング誘導したいイメージなのかな、これは。で、ホグラッシュ展開していきました。3時からターンホールを落としつつ、一気のストライカーまで混ぜてのレイジトームをかけていきます。さあ、シングルの方はかかってるので、ここでインビジブルでかわしつつ、キングの方はちょっと外周回ってサイドカットの意図とはちょっと違う感じにはなってますね。ちょっと時間もかかりつつ。さあ、スケルトン置きますが、ちょっとタイミングが遅かったので、シングル IT 上げられたので、ここはクロークでかわしていくようなイメージ。さあ、キングが合流して、ロイヤルチャンピオンとキングで動いてます。さあ、オールブレイカー飛んできたんですが、ここももう一度フリーズをつけつつ、あとはロイヤルチャンピオン延命したいですね。モノリスのターゲットしっかり見てあげたいところですが、これはしっかりね、全然関係ないところで取れているというところ。今のもね、ちょっと前にライダーの方が取ってくれてたので、数出てくるのやっぱ強いですね。今も取ってくれてるというところで、こういうところで数発吸ってくれるだけでも仕事してるんですよね、スーパーライダーの。さあ、フリーズ残しての前回ガーサスと、りょうやさんがやってるんだよ。強いですよ、この戦術。びっくりですよね。まだまだ出てきます。さあ、ガクスーパーボーラー。この配置はすげえ、ナビもね、対戦に使ってる。ここの辺にマルチ IT があるのを、なんか上の方に飛ばしたみたいなタイプの配置ですね。ちょっと似てますね。3時におでひやりつつ、なんか9時の外周部の撮影やばくない？なんだこれっていう感じですが。ガクもね、今ね、レジェンドリーグ非常に調子いいようで、スーパーボーラー編成で1位、2位とか、グローバルでね、キープしてますかね。さあ、レイジを乗せて、ここは投石機まで狙いに行きました。投石機のところまでしっかり降りつつ、シューターセットですが、って感じ。さあ、どこから行くのか。おでんの方は、ここで終了ですね。ちょっとホーミング一発食らってしまっていたいですが、ここも2発目。こういうところにちゃんとホーミングを置けてるのはね、対戦相手うまいですね。ジャンプを置きつつ、エレクトロタイタンスーパーボーラー。突撃艦でタウンホールへ。なるほど。さあ、ここも突撃艦に対してホーミングヒットで、このサイドホーミングめちゃくちゃありますね。トームかけてタウンホールまで届けていきます。届くかな？さあ、これはしっかりとれでもなく届いていきまして、突イエティ決めていく。そしてこのイエティの方で戻ってきまして、モノリスまで突破していく。
で、上の方から遅れてキング展開していって合わせていく。結果的にはね、奥に向かうかなと思ったら、スーパーボーラー、クイーン、両方とも下に流れていきましたね。こういった時にモノリスが残ってると、ずーっとね、打てないモノリスに殴られ続ける展開を作られるんですけど、突イエティの方をね、混ぜたことでターンホールだけじゃなくてね、モノリスまで落とすことができたので、今回非常に綺麗なルートを取れているということですね。まあ流れても大丈夫になったり、理由はその辺ですね。さあスケルトンの呪文を置いて、まあこの辺のね、謎に高火力のくじの外周部分をしっかりターゲット取ってほしいというところですが、今回はキングが担当しています。ホグウィズも使いつつ、ロイヤルチャンピオンと合流していって、逆サイドは、ここクイーンの方が回ってますね。ストライカーを合わせて。フリーズもインビジブルも残っているので、あとはどこにでも延命ができます。ロイヤルチャンピオンブーメランかましていって、終わってみればね、呪文も2枠残って、クロークも残る圧倒的全開というところで、非常に強かったですね、このアタックも。ナイス全開。そう、うまいね。援軍だから撃たなかったね、フリーズ。さあ、リュウタ君、スーパーホグ、突撃艦に切り替えてというところで、さあ、今回はどこに投げていくのか。クイヒーをまずは、十字側から置いて、キング展開していって、キングの役割はどこを狙っていくのか。投石狙いかな、サイドカット。はい、つつ。ストライカーも添えていくんですけど、ちょっとこれは火力的にもサイドカット的にも入らなそうですね。うん。これ突撃艦は投げるかな、どうだろう。投石の下にバーバリアン入り込んで、これ投石折れそうですね。さあ、これは狙ってたところはホグの追加をすることで折れていく。このいや、強いな。対地クロスがずっとキングが殴ってたんでね。ターゲット取られてたんですが、これはいい。しかも援軍釣りにもなっていく。さあ、ストライカー添えてキングのうわ、HP えぐい。クイーンの HP がえぐい。さあ、ここはインビジブルですが、イーグルも飛んできます。ここは一度ヒーラーに回復してもらって回避しましたが、戻ってきてスケルトンに殴られてポイズン起きつつ、さあ、ここもう一回イーグル飛んでくるので火力が高くなります。さあ、逆サイド突イエティイーグルのとこ投げましたね。もうこれはちょっとイーグルの攻撃はもうこれ以上受けれないということで。さあ、またしてもクイーンの HP えぐいことになってたんですけど、ここも回復されていって、いや何度も綱渡りしてますね。いろんなところで綱渡りしてましたね。投石の突破のところ、クイーンの HP のところ。さあ、ちょっと不穏な赤爆ですが、もう出せるバルーンはいないですね。まあ、出し直すとすると、まあ、ガーゴイルを穴チェックに投げるぐらいかな。さあ、イエティ6時に置いてからのスーパーホグ展開。レイジトームはこっちに回しそう。さあ、一気のストライカーまででからのレイジトーム。巨爆見えたところでしたね。さあ、レイジに乗ってストライカーも奥まで走っていきつつ、スケルトンを置いて、クイーンの方はちょっと距離が遠すぎたので処理はできませんでした。ターンホールの方は速攻のクロークで突破したので呪文は使わず。さあ、いいゴブリン回収来ましたね。さあ、フリーズかけて、まだフリーズがもう1枚ある。ロイヤルチャンピオンも外周部回っていって、ここでもう一度フリーズをかけ直し。さあ、かなり綱渡りだったんですが、しっかりここは全開取り切って、これはね、確かラストアタックだったと思うんですけど、15人中の。みんな全開取ってるからね、プレッシャーかかるよね。ナイス全開。さあ、レンさん61天才のラバル。まあ、レンさんっぽいですね、こういうところ。いや、みんなね、序盤何千回だったかな。10連ぐらいで全開続いて。やばいよね。しかも配置も別に悪いわけでも、防衛施設のレベルが低いわけでもなく、普通に10連全開ぐらい続いて、おやおやおやってなってるね。みんな気合入ってるね。まあ、しょっぱなはね、やっぱみんな、1戦目はね、気合入ってるよね。ルールもちょっと変わって、入れ替え戦もあるっていうところで。今回ドリル採用、ちょっと面白いですね。ベビドラバルーンで大砲2個を狙いに行きましたが、下側ちょっとテスラも出てくるというところですね。ドリルが入り込んでクロスボウを固めつつ、クロスボウを追って、これマルチ IT までドリルで進めていきたいという形ですね。ズドンと行ったんですが、ここは呪文タワーの方に飛んでいってしまいました。ポイズンも置いて、援軍処理はこっちでやっていこうという形ですね。まあ、アイゴレだったので、それができるということですね。
さあユニコーンが焼かれてしまったので、クイーンはこれ以上回復されません。もう1体のイエティで真ん中マルチまで折れるかな。さあどうだろうか。さあイエティボムは入りましたが、折り切るまでは至らないと。大工にも直されてしまってね。この辺大工強いですね、やっぱり。さあキングクイーンはここで終了。アイスゴーレムずっとここ取りしてもらう形になりまして、あとはタウンホールラバルですね。ロイヤルチャンピオンをね、スーサイドに混ぜなかったことで手元に残ってるんですよね、まだ。さあ、ラバストライカー1機のトームでタウンホールまでぶっ飛ばしていきつつ、トーム中のバルーン、ラバハウンドに合わせてバルーン出していって、ロイヤルチャンピオンを角度変えて、マルチ IT とかエアスイーパーの方を取りに行きましたね。フリーズかけてアイスゴーレムが届かない形を取ったんですけど、これバルーンの範囲ダメージでなんとアイスゴーレムが折れてしまったのでフリーズが入りました。さあ逆サイドまでラバハウンド通り抜けて、あとはロイヤルチャンピオンで延命しなきゃいけないという形ですね。これもちょっと苦しくなってきたところなんですけど、こっからいけたんですね。さあロイヤルチャンピオン即打ちブーメラン。投石機のところ、キングのところ先に突破することで、キングを固めて、投石先突破。さあ残ったバルーン6体は全てここに打っていきました。キングから殴ってくれたのはマジででかかったですね。これ、リクスケから打ってたらちょっと厳しいポイントだったと思うんですけど、突破してくれて、その隙にね、オールもクランジョンの回収をしてくれました。さあ、あとはギリギリのところなんですけど、アーチャーターまで降り切れば、対空砲は陸に攻撃ができないので、ロイヤルチャンピオン生き残っての全開と。こういうギリギリのやつもね、しっかり全開になっているのは大事ですね。ナイス全開ガーサス。カズマくん、クイヒーのホグ。どこからやっていくのか。突撃艦に切り替わって。さあ、これもほぼほぼスーパーホグとさっきまでのスーパーホグと変わらないようなやり方ですね。まあ、レジェンドリーグの編成としてスニゴブを採用しているので、スーパーホグではなくスニゴブを使っている形かな。さあ、援軍釣って、突イエティで一区画ルート整備っていうのが今回の、まあ、どの突イエティも同じ役割としての突イエティなんですけど、いいですね。さあ、援軍も、呪文も使わずに突破できて、さあ、アーチャータワーにベビドラ刺してますね、上側。2時の方向。さあ、これによってアーチャータワー大砲まで伸びてくれるかな。半施設カットになりそう。最悪バルーンを合わせればいいんですけど、ホーミングチェックのバルーンも2体添えつつ、この辺ちょね、壁寄りって結構あるからね。うまいね。しっかり奥までチェックしに行って、ベビードラゴンも大砲まで削れてますね、上が。さあ、ここは、レイジタワーの解除を行っていきます。おそらくレイジタワーの解除みたいなのが、と、キングの祭壇カットみたいなところがね、目的だったと思うんですけど、キングを置いて、イーグル砲の方へ穴開けをして、誘導してますね。うまい。これうまいな。もう1枚使って対地まで降りに行くかな。どうだろう。僕3時から展開するない、まだ。フィスト使いつつ3時からホグ展開。穴は開けなかったので、キングと合流していきますね。フリーズかけつつトームを粘っていく形かな。さあ、ホグをさらに追加していって、キングに取られないようにですね、ウォーデンを。かつ、最初の巨爆とか受けないホグを作っていくというところ。さあ、ここは一瞬のクロークでクイーン、タウンホールを突破していきつつ、ストライカー。もう一回フリーズマルチかなこれは。かけたい。しっかりかけて、ストライカー、ロイヤルチャンピオンのところまで届きつつ、まだフリーズあるので、ここ、インビジブルでかわしていきましたね。投石のところをこれはそしたらフリーズかけるかな。フリーズはかけなくても突破ができそうなぐらい残ってますね。通常のホグなんですが、非常にいい残り方。巨爆はかなりホグにとっては辛いんですが、としていきました。さらに巨爆。ただ手元にしっかりね、サージカルホグ手元に残していって、呪文も3枠残しの圧倒的全開と、ロイヤルチャンピオンも能力残って、いや、みんなうまいね。この形が非常に強いのわかりますかね。実質、ほぼ、スーパーホグと変わらない入りというところで、やってることがホグなのかスーパーホグなのかの違いぐらいで、やり方としてはね、同じやり方で非常に強いですね。
さあ、今月から新しく入った弟子さん。先月ね、入れ替え戦がね、今月から入ってまして、14位、個人成績14位、15位だった人が、入れ替え戦を戦わなきゃいけないということでね、まあそういったルールでやってるんですけど、この入れ替え戦に勝利して参加してくれているのがこの弟子さんになります。この入れ替え戦の方もね、配信してるんですけど、両方前回の星6での勝利だったので、非常に期待したいですね。ただ、61天才のクイヒードラゴンライダーというところでね、今回もしっかり配置に合わせて編成組んでくれました。3時のマルチ IT 区画へのクイヒーの誘導ですね。61天才でモノリスだったり呪文タワーを追っていくことでルートの、火力を落としつつルートの整備になっていってというところ。インビジブルタワーに対して天才で勝利しちゃうっていうのはいいですね。レイジに乗っけてホーミングチェックやりつつ、ウォールブレーカーをキングのためにつけて、もう1枚ウォールブレーカーで対1クロスのところで、この作りめちゃくちゃうまいですね。うん。ちょっとストライカーにポイズンが入ってないので、ここはダメージはだいぶ入ってしまいましたが、しっかりレイジの効果で乗り切りつつ、キングが対空砲を折るようなタイミングでドラゴンライダースタートです。ボマーも展開。このルートめっちゃいいですね。クイヒーのルートがめっちゃいい。ここでタウンホールかかるので、インビジブルで守りつつ、サイドカットのドラゴンライダーもしっかり1体残してトームをかけていきます。いや、めっちゃいいな、これ。これによって奥のマルチ IT とかまで折れるような形になりますね、クイーンの方が。まだロイヤルチャンピオンを使ってないというところ。さあ、フリーズはここに使っていって、対1クロスのところ、9時からロイヤルチャンピオン追加。いや、めちゃくちゃうまいですね。さあ、クロークをここで放っていって、マルチ IT 対、ロイヤルチャンピオンのところまで処理ができると、うんま。さあ、ボマーも残っていって、ドラゴンライダーも3体残って、これめちゃくちゃうまいですね。さあ、新しくね、メンバーに加わってくれた弟子さん、デビュー戦でしっかりと全開スタートということで、非常に綺麗なアタックですね、これは。今月ね、どれぐらいの順位になるかも注目のポイントですね。毎月これによってね、シンプルに競争が生まれ、入れ替え戦やりたくないですよね。プライド的な問題でやりたくないですよね。さあ、ナイス全開でした。余力もたっぷり、ボマーも残ってますね。全開。さあ、森尾さん。実はね、その入れ替え戦で戦った相手が森尾さんでね、森尾さんが敗北はしたんですけども、ちょっとね、メンバーの一人に引退する方がね、出てしまって、Twitter とかでもね、発表してるんでいいと思うんですけど、ラビさんがね、チャスマック家でずっとプレイしてたんですが、一旦クラクラ引退というか、引退発表されまして、5V とか、クラクラ自体は続けていくかなっていうところだと思うんですけど、しっかり活動するのはやめるのでって感じで、クランリーグの方からも今回でちょっと終了でお願いしますってことだったので、脱退が出たので、急遽、森尾さんにね、入れ替え戦は戦ってもらったんですが、戻っていただく形になりました。この配置はね、ナビの配置ですね。ナビの対戦ね、しっかり見てる人なら気づくかもしれないんですけど、最近だとね、トライハードとかメチオとかがね、この配置を攻めてました。さあ、ちょっとストライカーに殴られ続け、火力も高くなっているところ、シューターに寄ってるロケバルが、ここはフリーズかけてるんですけど、ちょっと処理するユニットがいないというところで、出てきたやつに殴らしましたね。エレクトロタイタンの方で。さあ、リターン型のスーパーボーラー、奥にジャンプを置きつつ。うまい。これめちゃくちゃうまいですね。さあ、トームも非常にいいタイミング。森尾さんもね、ナビの対戦では非常に調子良さそうですからね。さあ、レイジを置きつつ、タウンホールの方をここ。素晴らしいインビジブルで、いろんなユニット守られる。キングも今回内側に入れてったことで、しっかりね、縦ユニットがいつも以上に入ってることで、内側の伸びもいいですね。さあ、相手のキングを全員でボコボコにしていきつつ、9時からロイヤルチャンピオン展開。数がたくさんいるので、このシングル IT はクイーンをターゲットしないので、非常に伸びていくというところ。テスラも9時にね、固まってたので、ちょっと突破、時間かかりましたし、HP も持ってかれてるんですけど、もうすでに終了状況になっているというところですね。ブロークも残ってナイス全開。
スーパーボーラーもしっかり残ってますね。結構リターン型だとね、エレクトロタイタンが採用されることの方が多い気がするんですけど、スーパーボーラーぶっ刺さってましたね。さあ、よっちさんもスーパーホグなんですけど、やり方としては同じだし、これもね、攻めるか検討した配置の一つで、全く同じやり方だったっすね、それも。さあ、突撃艦投げていって、もうこのタイプの配置はこれで全部いけんじゃねえかなっていう風に思います。当然ね、この配置のこの攻め方が増えればそれを対策する。特にこの突撃艦はね、対策されるんじゃないかなというところですが。いいフリーズですね。おでんぞうとストライカーしっかりフリーズで固めつつ、突撃で本当に援軍釣りつつ一区画食い火のサイドカットにもなってるので、っていうところをまずやっていきます。で、あとは食い火でタウンホールかっさらって残ったところをスーパーホグっていうのがもう、僕も含めね、みんな同じやり方でやってるので、本当にこのやり方で前回が取れます。これ最強戦術です。こんなにみんな同じやり方で前回取ってるので、本当に証明できてるかなというところ。さあ、しっかりレイジ置きつつ、ギリギリですが、いいコントロール。あとはタウンホールが取れそうになってきたらスーパーホグを展開するだけですね。今回はキングをサイドカットに使ってますね、クイヒーの。軽く逆サイドからのね、対地クロスのターゲットも拾ってもらう形にしてあげてますね。レイジターンもあるので、この辺のコントロールは非常に HP のコントロールの方ね、楽になってますね。呪文の枠数が節約できたというところで、さあ、キングの方で対地クロスを完封。ここは、レイジターンの効果もね、そろそろ切れるというところまでキープしてくれました。スケルトンの呪文非常にうまいです。モノリスのターゲットを取りに行くようなところですが、キングがまだ頑張ってくれてるので、今回は、ようやく取り始めましたね。さあ、イーグルのタゲもグイに飛びつつ、ホグライダー展開してストライカー飛ばして一気のレイジホグトーム。クイーンの方ではなく、ホグの方にトームかけていきます。実際こっちの方が強いです。クイーンのクロークはここで入って奥のマルチ IT2 個をね、レイジトームでぶっ飛ばして進行を早める方が基本的には強いです。みんなこのレイジ打ちます。さあ、ここでね、クイーンの方はもうターゲットがなくなるので、クローク打っていいという判断はその辺からですね。さあ、あとはインビジブル1枚残ってるんですが、ロイヤルチャンピオン能力残して、キングの方もストライカーが合流して処理をしてくれて、余力もたっぷりですね。スーパーホグがね、この編成と本当に、このタイプの戦術と相性がいいです、本当に。ブーメラン。ヒールがいらないっていうのは本当に強いですね。いや、強いでしょう。これ、やったことない人やりたくなってるんじゃないかな。どうでしょう。今日もうね、同じやり方で全開取りまくってるので、今後もね、グランリーグ続くので、このタイプの攻めは多く出そうですね。さあ、スミスもクイヒのスーパーホグなんですけど、スミスも、トツビズラバリをね、ずっとやってた人で、トツビズラバリやってて、トツビズができなくなっちゃった今、何やればいいんだっていう人がね、みんなではないけど、ほとんどね、この先生やってます。ホッサンですらね、クイヒーホグをやってたりするというところで、ホッサンもね、かなりトツイエティを基準に、基盤にしたアタックをね、レジェンドリーグではかなり多くやってそうですね。さあ、トツイエティ、レイジかかってかなりしっかり処理をしてくれつつ、ストライカー合わせて援軍処理というところ。もう形ほぼ同じ。タウンホールの横のね、投石区画とかその辺に突入でバーンってやって、クイヒをタウンホールまで誘導して、残ったマルチ IT 区画の方をレイジホグトームっていう形で、もうほぼみんな配置は違えどやってることとね、配置のコンセプトが似てるでしょう。非常に強いです、この手の配置。あとはもうクイヒ殺さないのにレイジで管理して、キングをサイドカットに使うか、それともホグにサイドカットみたいな感じで使っていくのかも2択ですね。結構今回の場合はキング側にね、防衛施設が多いので、キングをこっち側で使ってあげるのもありかなって感じ。ホグのサイドカットになるし、クイーンのサイドカットが必要ないからですね。あとはインビジブルタワーをね、フリーズかけるところですが、やはりキングはこっちに使ってきましたと。ボールブレーカーなんかピョーンと投げてるが、さあここインビジブルタワーフリーズかけつつタウンホール取って、あとはここからスーパーホグパート。これによって、ホグライダーのルートを整備している意味合いもあるし、イーグル砲のターゲットも取ってくれるしというところ。キングに負担はだいぶ入っちゃったので解けてはいきますが、さあここで一気のレイジトームです。
これね、マルチ IT からターゲットを受けるんですけど、スーパーホグからするともうこれね、ヒールじゃなくてレイジの方が強いんですよね。ホグレイジトームの方が壊せる施設も多く一気に突破できるので、ヒールで回復するより無敵の時間を生かしてっていうところ。で、奥に関してはフリーズを使えばいいというところで。当然ね、巨爆とかは食らっていくんですけど、そういったところ罠に対しても強いので問題ないというところでした。クイーンも黒く残ってて、ここストライカー合わせてるのもうまいですね。もう一度ウォールブレーカーで最悪投石機のところが残ってもクイーンの方でも拾えるという形を取っていきます。終点がここもう一回ウォールブレーカー飛んできつつ、モノリスの方もインビジブルで守れるので守っていって、スーパーホグ自体はほとんど消えてしまってますが、これで回収全開かさす。普段ね、クイヒやってない人がね、こぞってこの編成やってます。2野郎目、スーパードラゴン。これもね、結構配置に合わせてユニット選択したかなっていうところですが、6時にジャイシューターを置きつつ、今、ビズ島とおでん像前にテスラチェックの意味合いのアーチャーが多分出てきてますだね。スーパードラゴンです。スーパードラゴンもね、本当に強いですね。ヒットとして本当に強い。対空カットまでかな。あれか開発ビルドで攻めたな、この配置。スーパードラゴンの戦術、アップデ後のね、動画で、アップデ前か。開発ビルドを使って攻めましたみたいな動画で出しましたね、これ。確か。さあ、ここはスーパードラゴン、トームは使わずに進めていきます。兵器もね、当然使ってしまってるので。さあ、ここでいいトームですね。レイジ置きつつ。さあ、キングは、戻ってほしい。クランジョ入らないでほしいですね。さあ、ダブルフリーズかけていきつつ、ここで援軍が釣れてしまいました。タウンホールの方は突破ができました。さあ、インビジブル、これは自分で撃ったインビジブルとはどっちだ？インビジブル、自分で撃ったっぽいな。フィストでイーグル砲突破してほしいところなんですけど、アイゴレがこれね、固め続けてちょっと嫌なアイゴレでしたね。さあ、エアスイーパーフリーズかけつつ、マルチ IT はここ一気にスーパードラゴンが突破していきます。下側の方もシューター入ってますね。対1クロスをスーパードラゴンが追ってくれたので、クイーンへの被弾を減らしつつ、出てきたのはもう一回スーパードラゴンでキングをボコボコにしてくれると。あとは呪文はもうすでに全部打ち切ってしまってるので、ロイちゃんとクイーンの能力と下に行ったスーパードラゴンたちでね、回収してほしいと。さあ、いいストライカー一発でもロイちゃん入れば、ロイちゃんのね、攻撃速度も落ちるので、ロイヤルチャンピオンの能力はしっかり保たれつつ、迫撃打ってから打ちたいかな、攻めて。さあ、ここで打っていく。ナイス。さあ、マルチまでは行ってくれますね、これで。さあ、下の方も切りつつ、ロイヤルチャンピオン、この対地クロスボウ、ギリギリ間に合ってスーパードラゴンのサポート。さあ、クイーンもクロークを使っていって、対空砲を固めてくれること。スーパードラゴンはギリギリの HP ですが、まだ生き残って。さあ、生き残ったスーパードラゴンが大砲を削ってくれまして、ここでフィニッシュ。いやー、スーパードラゴンも強いですね。さあ、本日ラストアタック、スタドラで終了ですね。非常に今回はアタックの数が多く、13全開ということで、非常に面白い対戦でしたね。これ実はね、今度、スタドラがね、ナビのと対戦してるんですよ。海外クランにスタドラが入ってて、後日上がるんですけど、その時も全く同じ配置出るので、ちょっと注目してみてください。多分、こっちの方が先に上がってると思うんですけど、攻めた方は、そっちの対戦の方が先です。シューターで、テスラチェックしつつ逆サイドイエティキング。クイーンの方、綺麗にくるっと誘導できてますね。クイーンの方が上に動いていきまして、ここにレイジを合わせてきます。レイジターンに乗ったクロスボウ強い。
クイーンの方はここ耐えれずフィスト。フィストじゃない。クロークとフィスト両方していきつつ、フィストでモノリスまで先に降り切って、援軍もそっち連れてますね。さあ、いいボールブレーカー。シューターの方はやられてしまいました。クロークって対地クロス入ったのかなそしたら。さあマルチ IT 降りつつ、ボールブレーカー。そして反対の対地クロスの方にロイヤルチャンピオン。まあ、ディギーが一回ここ止めてくれるだけでも十分ですね。さあ届いていって、インビジブルはここを打っていく。レイジャーもすでに打ち切っているので、クイーンの方を延命していきつつ、オデンゾの方もフリーズで固めていきます。シューターはどうだったんだろうな。出てきたイエティとのコンボでマルチ IT まで折れるかどうかというところ。さあ、燃焼ダメージがじわじわ入っていって、マルチインフェルノを突破することができました。さあ、ここで一気のトームをかけていってからのヘイスト。クイラバ、地味に珍しいですね。今日初かな。さあ、クイーンは落ちていきつつ、フリーズかけて、あとはフリーズバルーン残ってる状況ですね。さあもう対空ウィズとアーチャーターンのところ一択になってるかな。もしくは裏にフリーズ打ってウィズとテスラを突破するかみたいなところですが、ここに打っていきつつ、6時のアーチャーターンにバルーンをかけていきました。で、あとは数で押してっての全開ですね。バーサス。いやー、初日ね、かなり暑かったっすね。みんなこけないし。うわ、攻めんのどうすげえ、これ緊張するな、みんな。緊張は、まあ、そんなにはしないけど、こんなにみんな全開取ってると、なかなかプレッシャーありましたね。はい、というわけで終了しました。42対33というところでね。13前回。ちょっと星1がね、痛いところではありましたが、対戦相手がね、結構いい相手だったので、このクランじゃないとこんなにね、ハイスコアを取ることはできなかったんじゃないかなと思います。これはね、世界ナンバーワンのメンバー集まってますね。首位争いと入れ替え戦のね、メンバーも結構気になってくるところですね。特に今回星1のクラスとかね、今後大変になってくるし、オール全開だったんでね、他がみんな。首位争いも今後激化しそうです。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。さらっ